視覚的なもの、ただ見えてくるものっていうのにはやっぱりなんかいつも懐疑的なんですよ、僕自身がね。でもこの話を作品の前でいろんな人にこう聞いたところ、涙を流す人がいたんですね。伝わってくれたと思いました、その時。なんか書けないものって何なんだろうっていうことをやっぱりいつも今でも考えるんですけど、はい、山田圭樹と申します。1978年生まれの42歳です。職業は、画家です。アトリエは今札幌にあります。ベルリンだとかフランスだとかで絵を描いた時の感じにどうも似てたんですよね。北海道で絵を描く時にこう感じる、なんでしょうね、溶き油というか使ってる油の食いつきというか絵の具の食いつきというかが理想だったなって、東京じゃできなかったなこれっていうことができてる気がします。幼稚園児の頃の自分の誕生会をおばあちゃん家で開いてくれたんですね、家族たちが。絵の具セットっていうのをもらうんです。場に対して答えたかったのかなんかわかんないんですけど、将来私は絵描きになりますという発言をしたのを覚えています。小学生になっても中学生になってもなんかこうずっと家に画集がいつもあったっていうのも一つ大きいのかなと思います。ファン・アイクであるとかデューラーであるとかグリューネバルドであるとか、なんかそういったなんかヨーロッパの北の方の暗そうな絵になんかこう反応していたんですね。いや、その先ほど言っていた画家たち、ファン・アイクだとかデューラーだとか、その辺の北方ルネッサンスと言われる画家たちのことがずっと忘れられなかったっていうのがあります。これが本当になんで日本人でテンペラで西洋絵画でっていうのは聞かれるんですけれど、しっかりとしたその油絵の初期、歴史上登場するその初期になるわけですけど、その辺のことを学ぶにはテンペラというものを理解しなければ油絵が分かってこないっていうことを大学で学ぶことになったんですね。古美術との出会いっていうのが大きかったと言えますね。古美術って大体のものをこう触って楽しむものが多いと思うんですね。物だけではない他のものがこれには込められているなって言ったことがすごく感じたんです。その触ったことによって自分が経験したことのある風景がこう見えてくるだとか、自分の実体験から来るなんか心を揺さぶられるようなものっていうのがそこにはあるなと思いました。そういう目で絵を見ていった時に、いろんなものが描かれてたわ、なんで今まで気づかなかったんだろうっていうことが思うようになったんですね。描きたい空間というか風景というか、そのもの自体を見てくれる人にこうじんわりと伝わっていくというか、体感としてなんかこう思い起こされるというか、そんなような絵が描きたいなと思うようになったんです。僕にとって思い入れのあるピンクの電話の絵についてなんですけども、これには本当にいろんな意味を込められたかなと思ってますね。その10円玉を用意して一枚一枚入れながら、これもまたなんかね、次の10円で何分喋れるんだろうみたいな、その気持ちっていうのがそこにはあったなと思います。で、今誰の電話番号も覚えないけど、覚えてた電話番号って言えませんか？でもこの話を作品の前でいろんな人にこう聞いたところ、涙を流す人がいたんですね。なんか、やっぱりこういう思いというのは絵からも絵に込められるものだなと実感したわけですね。
ラジオでこうやって微妙にこうなかなか合わないこの合わせて聞いたり、やっぱりアンテナをここの角度に貼ればもう音がよく聞こえるとかってなんかアナログだけどいいなと思うんですよ。現代ってすごく便利になってる分、大事ななんか作業をしてないなっていうところもあるんです。なんか不便だったからこそなんかこうそこに想像力が生まれて、まあ実際、いつの時代においても画家ができることは今何が身の回りで起きているのかということを記していくということだと思います。それに対して意見を発していくっていうことが、まあ、アーティストとしては重要かな、大事かなと。で僕はその我々が生きてきた時代そのものをやっぱり書き残していきたいし、まあ、それがまあ当然というか素直な方法なんじゃないかなと思います。まあ、このコロナ禍の中で自粛となって、政府が決めることもなんか、何言ってんだろうっていうのがちょっと変な気持ちになったわけで、そんな中で生まれたシリーズが最近ちょっとあるんですね。それがですね、こういうの書いてまして、連日書いてるんです。実はシリーズ画塀というのをちょっとやり始めています。画塀って絵に描いた餅っていうことです。絵に描いた餅みたいなこと言ってんじゃないよってなんか一瞬ちょっとなんか思っちゃったんですよ。なんかいろんなことニュース見てると理想ばっかり言いやがってみたいなちょっと思って、僕なりの答え方だと思うんですよね。いきなりこう身近にある餅、まだちょっと途中なんであんまり見せないんですけど、桜餅とか書いてます。そうですね、コロナで始めたシリーズがなんと餅書いてます。絵に描いた餅、そんじゃ書いちゃおうかなっていういや絵画とはってね、もう最大にして最高に難しいこう質問だと思うんですけども、先ほどと同じかもしれないけど真実を残すってことだと思います。本当に起きてたことはこれです。歴史の中ではもう消されちゃうような事実だったり何なりもあるかもしれないけど、そんな大げさなこと書いてるつもりないけどこんなことが起きていましたっていうことを残していきたいっていう気持ちですね。それがやっぱりこう画家たちが普通に何なけなしに描いてる風景の中にやっぱり真実隠されてると思うんですよね。だからまあ日記のようなものなので毎日書くわけだし、それ一枚だけでは何も言えないと思います。その作家が日々継続して制作して絵を描き続けて、なんかそんな、その傑作が一点でも歴史に残るとんでもない崇高なものができればいいなと。それに追いつけるように、それが描けるように誠意を持って毎日描いてるつもりです。